皆さんこんにちは。ワールドラバーマーケットのぐっちです。今日はですね、つっつきを超切る方法を皆さんにプチッと切るやり方を紹介します。で、これはフォアつっつきで切りたい方、そしてバックつっつきで切りたい方、両方ですね、おすすめでして、で今日は1つ目はまず安定して切るつっつきですね。安定しながらつっつきを切りたい。で2つ目は超切れたやつ、私自身がもう非常に得意にしているつっつきをブチッと切るやり方ですね。で試合で大変助かってる、たくさん試合中点数を取ることができました。でしかも今回のは相手のサーブが困って分からなくて返せないときに相手のサーブを無効化できるという2つのつっつきのやり方を紹介します。バカ切れ。まず安定して切るつっつきですね。安定しながらつっつきを切りたい、そういった方はですね、まず姿勢を低くした状態でラケット角度を30度から45度の角度で構えた角度でチョップ、こういう感じですね。これがめっちゃ切れるつっつきになります。これバックも一緒ですね。30度、通常のラケット角度30、ちょっと開き気味の30度から45度ですね。この角度でチョップ、姿勢を低くした状態でチョップ、これですね。このスイングが大事になります。力抜いてやばい、切れが落ちるだろっていうやべえそれ。よし、引きつけすぎちゃうとこうやって浮きがちになっちゃうので、早いタイミングで切りに行くように意識してください。自分のコートでバウンドしてすぐで当てると、いいですね。一気にボール今低くなります。気持ち足音が若干鳴ると入りやすいですね。早いタイミングでドンと体入れて低くドンと、入れやすいですね。落ちるだろっていうあとは打球切るときに安定させるには、新しいかにパーからグーにする感じでやると、こうやって低くガンとめっちゃ切ることができます。パーの状態からグッ、このゆっくりグッ、パーからグッ、パーからグッ、パーからグッで、この後にフォロースルーをできるだけ小さくするってことが大事です。このままピーって切っちゃうと、そうすると飛んでっちゃいます。これダメです。なのでフォロースルーを小さくすると OK、 グー、ナイス。こっちもフォロースルーを小さくして OK、 これ止めるようにするんですよ。小さくする、切るんですけどここで小さく止めるような感じでやると、で新しいパーから力抜いといて最後にグッ、力抜いといて最後にグッっていう感じでやると、超切れながら安定するというめっちゃいい感じになります。落ちるだろっていうやばい。で安定して切れるフォアのつっつきのやり方なんで、切り方なんですけど、どうやって切れば切れるのかというと、こうラケットをこうやってフォアがあって、
でここですね、この先端の斜め上、先端の斜め上、これですね、先端ではなくてこの斜め上ですね、ここです。ここからこう斜めに一直線にこうガツッてやってもらえば、これでほらこうやって切れるんですよ。これで切れます。バックで今度は切ったつっつきを安定させるには、ここイメージ的にはここですね、この中心の真ん中ですね、こっからこうやって一直線に切ってもらうイメージで、逆チョップって感じで、逆チョップって感じでやると切れる感じになります。で早めのタイミングでやってもらう。でキュッとこういう感じでガッと切る。手首は少しあんまこうガッてやっちゃうとこうやってコントロールできないんで、ちょっと使う。ちょっとですね、使いすぎるとやっぱ買いすぎるとオーバーするので、少しだけ使う。やべえそれやばい切れ。それそれはないやばい切れ。ういそれやばい。まあ次はこうえぐって切るつっつきのやり方ですね。えぐり切る。このラケットの動かし方、切り方なんですけど、このおすすめがラケットの45度っていう角度ですね。これちょうど斜め45度、ここちょうど45度っていう斜めの状態で、こっから45度の斜めから反対側の45までこうなぞってあげるような感じでやると、そうするとめっちゃ切れます。なぞってください。なぞるんですよ。こう45から反対側の45まで、裏側の、要するに裏側の45までこういう動きってことです。通常さっきの安定するつつきはこう安定して切れるつつきはこうじゃないですか。こう安定して切れるつつきはこうで、えぐり切るのは45でこういうスイングなんですよ。こうやって切れる。だからこれでめっちゃ切れる、めっちゃ切れる、めっちゃ切れる。でバックも一緒ですよ。バックも同じように、さっきまではこういうスイングで安定した切れる軌道、こう一直線のやつだったんですけど、でも、ね、さっき45からこういう感じです。45から反対側の45までえぐってもらうような感じでやると、めっちゃえぐれる、めっちゃえぐれますね。なぞってもらうとめっちゃ切れます。ごめんなさい。ういういそれやばい。うわ、やばい今の。いやボールをできる限り引きつけるってことが大事になります。さっきのボールの上がりっぱなバウンド直後でえぐろうとすると飛んでっちゃいます。こう飛んでっちゃいます。引きつけてこうやって切れば入るんですよね。引きつけたらえぐっても入りやすくなります。これ知っといてください。あってえぐりやすくなります。ごめんなさい。それやばい今の。うわ、やばい今の。でこのなぞり切る、こうなぞるように切るって言ったんですけど、このなぞるようにこうブツッと切るときに瞬間で切ってください。こう瞬間この速さ、これが遅いと
浮きますよね。当然ながらえぐってるんで、麺をこうすくってるんで、すくってるような感じなんで、ボールをすくってるんで浮きやすいです。ゆっくり、よし。なので早く瞬間的に当たる瞬間だけここを早くするんじゃないですよ。当たる瞬間ここを早く、ここえぐり切れて、ここ早く、ここおほら来た。あめっちゃ切れてる。あめっちゃ切れてる。めっちゃ切れてる。遅いと浮きますので気をつけてください。ここを早くするんじゃないですよ。当たる瞬間ここを早く、当たる瞬間ここを早く。それやばい今の。いやボールをこうえぐれるので、その時に手首をちょっとこうしならせてあげるとめっちゃ切れます。これもフォロースルーを小さくするってことが大事です。やっぱこういぎっちゃうとやっぱ飛んでっちゃうので、押しちゃうので、こうなぞる感じ、ボールのこの45から45までをなぞる感じでフォロースルーを小さく小さく、あとは手首を使うとやばい、めっちゃ切れてる。クソ切れる球が出せます。バックも一緒です。手首をこう使う、はい、まあ使いすぎないですね。まあ普通に使う程度でえぐり、こういうえぐり方でこれ止めるようにするんですよ。小さくする、引きつけてガッ、めっちゃ切れます。めっちゃ切れます。戻ってきました。めっちゃ切れます。めっちゃ切れます。これですね、当たる瞬間早くめっちゃ切れる。めっちゃ切れる。はい、この当たる瞬間は早く。さらにスイングが速い人ですね、ここまでできます。もっとスイングが速い人はもうラケットを水平に作っちゃっていいです。ここでえぐり切るのでさらにやばいのは、もう台に対して水平、この面でさっきの言ったこういうえぐり切る感じですね。このさっき言った45からマイナス45までのボールをこうなぞるような感じで、面をしっかりこうピチッと最初に台と水平まで開いて待って、このまま切ってからバッてこれやばい、めっちゃ切れてる。うわすごい切れますね。ただやっぱスイングがちょっと遅いと浮いちゃいます。なのでガッと思いっきり当たる瞬間を早く、ほら入った、水平にしっかり作ってからバッ、だから相手のサーブ来た瞬間に水平にピッと一気に開いてダッと切る。もうこれめっちゃ切れます。はい、この形でこういうなぞるような感じで素早く、はい、バックも一緒です。バックも思いっきり水平、最初につっつく時にもうこれ上級者のつつきですよね。上級者のめっちゃ切る時はこの感じですよね。水平にしてる、台と水平にして面をしっかり最初に固定して作ってビッてやって、でまた引きつけて思いっきり切る、ニャッて切る斜めから斜めまでをなぞりながら引きつけてガーッと切る。めっちゃ切れます。戻ってきます。ってやる感じでやると切れる。バックもできます。うわ最後のこれえぐってブツって切るやり方の切り方は切り方とか当て方なんですけど、フォアはですねちょっと変わります。でそれはさっきは先端のこの斜め上だったんですけど、今度はここですね。ちょっと左の中心、ここで切る、こうえぐるんで、ここですね。さっきはここ低さを出す、安定させるためにはここで切るのがこれほら低くなりやすいですよね。浮きづらいで、めっちゃ切りたい時はもうここから越えて一直線、ここでやる。そうするとめっちゃ切れるよ。これスピンでバーッと戻ってきました。はい、超切れるからなのでこういう切り方をやるとえぐれます。バックはですね、えぐり切るときはイメチェン、グリップですね。これグリップ使ってください。グリップの方をこうなんですか、グリップの方からこう侵入する、グリップの方から侵入してプンってこう、はい、だからグリップをこう相手に向けながらこうやって切りに行く
ようになるので、勝手に面が水平になりますけどね、水平っていうか平行、台と平行になります。でこれで上手い人のめっちゃ切ってる土でこうですよね。ぜひこのグリップから侵入して切るっていうことをやってみてください。そうすると待って、うわめっちゃ切れる、めっちゃ切れます。戻ってください。はい、これグリップから侵入するとバックの切る、思いっきり切る時は超やりやすくなります。うわはい、ということでですね、例えばフォアツッツキが得意だったらこうえぐい切るやり方できますし、例えば苦手な方だったら、苦手な方の感覚だったら本的なフォームで超安定してめっちゃ切れるツッツキのやり方、そういう感じで使い分け、フォアとバックの切る感覚とかにツッツキの切る感覚の得意不得意に合わせて、今日のやり方を合わせるとレシーブも安定した方を選べますし、相手にあの人のツッツキ浮いてこない、切れてる、怖えっていうのを思わせることができます。ぜひですねやってみてください。ありがとうございました。この内容が良ければいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。ありがとうございました。